皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのすいです。大番です。今日はですね、実は私が4年半前にやっていた、疲労骨折3箇所、一気に3箇所、ここからですね、7ヶ月後ですね、7ヶ月後に、サブ3が初めてのサブ3を達成することができたんですよ。その時の回復がどんな感じに回復していったのかとか、なんで疲労骨折をしたのかと、なんで私がいつもケアしましょうケアしましょうっていうのは自分の反省からなんですよ。なんかインスタもちょっと振り返ってみてたらケアしなかった自分が悪いみたいなことを書いてあったりとかしてですね、とにかくその時も反省してまして、そこから4年、怪我はしてなくて、どんなことしてるのかなとかいうのも踏まえて今日はちょっと動画にしていきたいと思いますので、お茶でも飲みながら、ゆるーく付き合っていただけたらと思います。まず私が、疲労骨折をした理由なんですけども、理由って大体前の動きにあるじゃないですか。で2018年の6月に、このチャンネル私これからサブ3を目指しますと、言うんですよ。そこからですね、私振り返ると毎月のように7、8、10、11、12、1、3、4月ともう全部全部サブ3を目指して走るんですよ。むちゃくちゃやん。で最後に6月に100キロマラソンを走って足がもう終わるっていう状態まで行くんですけども、こう振り返るとさ、毎月頑張って毎月のようにフルマラソンを走り最後100キロ走ったらそりゃそうなるよなって今は思うんですけど、当時はもうやっぱり7月にゴールドコーストマラソンを走って自己ベストも出ず、で8月も北海道、10月台湾の方にまで遠征行った、12月埼玉国際走って、1月は初めての大阪国際だ、3月東京マラソンだ、それでもダメならって言って霞ヶ浦みたいな感じでね、で最後霞ヶ浦の時にはですね、その当時の自己ベスト3時間8分だったんですけども、3時間19分かかってもう体ボロボロな状態にまで、なってましたけれども、もう全部なんでできないんだろう、なんでできないんだろう、練習が足りないからだ、あれをやってないからだって言って、もう練習走り込みのことしか考えてなくって、走ること以外、今だったら筋力トレーニングしましょうねとか、フォームですねとか、なんかこうストレッチしましょうねとか、いろいろ今はね言えるようになっちゃったんですけども、当時は本当に何にも知らなくてですね、もうがむしゃらにやっていて、もう30キロ走もなんか10日に1遍とかやってみたりして、で全然毎回こう思った通りのペースで走れないから、もうただただ落ち込むばかりだったんですけど、今思うとあんなことはしなくてよかったなっていうね、そんなこともありましてですね。できっとね、今ちょっと痛みがある方とかは、痛いんだったら走んない方がいいよって言われてると思うんですよ。で私も多分そう言われたら言うんですよ。なんでかっていうと、多分ね、言ってる相手は一回怪我したことがある方だと思うんですよ。で私もそうなんですけど、で私自身が疲労骨折3箇所するまでにチャンスはあったんですよ。痛いなと思って、100キロ走った後足痛いなと思って軽く休んだんですけど、で軽く休んでなんかこう走れるようになった時に、やんなきゃ、今までやってなかった練習やんなきゃと思って20キロ走いきなりやっちゃうんですよ。でそこでせっかくできたかさぶたがベローンって剥がされて血がドバーって出たみたいな感じで、がっつり足が痛くなりまして、でそっからせっかく2週間ぐらい休んだのに、そっからまた大爆発みたいな感じで、もう歩くのも痛いような状態になりました。走れない間にいろいろ感じました。まず SNS を見て、走れない、自分が走れないけど SNS でつながってる方たちはランナーばかりで、ラニーインターバル練習やった、ロング走やった、なんか走ってどこ行ったとか、羨ましい、もうめっちゃ羨ましい、悔しい、なんで私は走れないんだっていう、そんな思いふつふつとね抱きながらですね、なんであの時20キロ走っちゃったんだろうなって、10キロぐらいの時ちょっと違和感感じて、15キロで痛み出して、18で絶対もう痛かったのに無理して20走ったんですよ私は。でその帰りからもうずっと足が痛くなっちゃったんですけど、だから周りにいる人は走るのやめなって言うわけですよね。私も言いますよ。だからもうだってあの時本当に10キロでやめときゃよかったもん。ね。でそしてですね、怪我してる間ですね、行く場所は病院だったりとか治療院だったりとか、とにかく治療院はもちろんお金もかかるし、で
病院は病院で MRI 取ったりレントゲン取ったりとか、なんかいろいろちょっと骨のこと見るから、結構お時間もかかればお金もかかるっていう状態で、その時に本当にね、これをケアにかけてればよかったんだなって心の底から、思いました。それがですね、だいたい7月頭ぐらいなんですけど、そこからぐんぐんとね、こうお休みちょこちょことねしっかり入れていくと少しずつ走れるようになって、7月終わりにあった富士登山競争は、病院の先生と相談して、ちょこっとでも違和感あったらやめた方がいいよって。ただ登山競争っていうだけあって登っていくのでスピードは出ないので、大丈夫なんじゃないかなって先生にちょっと一応言ってもらって出場しました。で今思うとラッキーだったんですけども、5合目で打ち切りだったんですよ。山頂コースだったんですけど打ち切りだったので、5合目12キロぐらいだったかな、そこでやめることができたっていうのも良かった要因の一つになります。そして8月末には決まってました、北海道マラソンフルマラソンですね。でここで歌うってことが初めて歌わせていただけるっていうのが決まって、めちゃくちゃドキドキワクワクしてたんですけども、これは今思うとこの選択が本当に良かった。10キロで DNF します。もう人生初の DNF でもうゼッケンを取った時は泣いたし、その時はさやちゃんのサブ 3.5 チャレンジとかをちょっと追わせて、前日から追わせてもらったりとかしてたんですけど、でゴールで待ってて、さやちゃんサブ 3.5 できて、で乾燥タオルね、いつも当たり前のようにもらってた乾燥タオル、あれがですね自分の手元に来なかった時に欲しい、あれ欲しいなって思いました。もらえなくてですね、さやちゃんに一緒に借りて悔しいっていうね映像もちょっと残ってはいるんですけど、今思うと本当にあの時10キロでやめてよかったなと思いました。でそして9月からです。動画にもたくさん残ってるんですけども、森田美希コーチにメニューを組んでもらってやるべきこと、ランニングでやるべきことっていうのをですね、ゼロからというかもうマイナスからの時点で教えてもらいました。本当に感謝していて、もうあれがなければもう間違いなく私はサブ3ができなかったので、もうサブ3は本当にもういただいたサブ3っていう感じでしたね。本当にこの9月から5ヶ月後にできるので、本当に言われたことをやっただけだったんですけども、その中でやったことっていうのがやっぱり筋力トレーニング、体幹をしっかり使うとか、足がしっかり上がるように腸腰筋をしっかりね使えるような動き作りをやりました。そして体のケアですね、ストレッチ、しっかりこれですねやるように週に 2,3 回、それまでは全く習慣がなかったので、毎日というよりは筋力トレーニングも 2,3 回、ストレッチも3、4回かなやったかな。もうあの時はずっと反省してるから、もうストレッチもね全然嫌じゃなかった。もうランニングできない日々のことを知ってるから、ストレッチもうやるってか、むしろやりたいっていう感じの状態になってましたね。ただですね、12月にまた、ね、練習をちょっと入れていたらですね、なんかねこうすねのあたりがこう引っ張られるような感じがして、で私のかかとの疲労骨折は結構すねのあたりの筋肉がこう引っ張ってかかとが引っ張られた結果骨折しちゃったみたいな状態だって言われていたので、かかとが直接原因じゃなかったので、すねが痛いっていうのはこれはやばいと思って、もうしっかりねこの辺はもう思いっきり1週間ノーランするんですよ。もうこの選択も良かったと思います。しっかりノーランして、でその後は少しずつまた上げていく状態にはなりましたけど、上がっていくのも本当1週間するとまた元通りみたいな感じになってきて、もう焦らずやった結果、1月末に2時間57分36秒という、もう私の中ではもうミラクルな、もう誰がやったの、私がやったんじゃないっていうようなねタイムでフィニッシュすることができました。なのでもうこれはねコーチにいただいたサブ3だと未だに思ってます。もう言われたことをやっただけで、その言われたことをやっただけのやったことは筋力トレーニング、ストレッチ、そして走り込みだったんですよね。なのでストレッチでちゃんと使える体を作って、筋力トレーニングで体をしっかりね固めるところは固めて、そしていいフォームで走れるような体作りをして、そして練習に挑む、この段階が本当に必要だということをもう本当に身に染みて感じた、2019年から2020年でした。もうこんなことがあったので、もう本当にね悔しさだったり辛さだったり、無駄なお金をかけることだったりしてほしくなくって、普段からねストレッチの動画だったりとか筋力トレーニングしましょうとか、そんな動画を作らせてもらっております。
そしてね、私自身も、今回4回目の大阪国際マラソンが、日曜日にあります。で、今回はね、いろいろさらに実験してるんですよ。本当に近年では走行距離一番少ない200から毎月250いかないぐらいでやってまして、でその分ケアの時間を増やしたんですよ。で、ながらケアとかにしてこうしっかりケアというよりは、もう普段起きたら一回腰回してあげるとか腕回してあげるとか、こう電車待ってる間はちょっとこういうストレッチするとか、なんかそういうがっつりというよりはこうながらでできる、みんなもできる、忙しい人もなんかこういうのだったらできるんじゃないかなってことを想定しながらちょっといろいろ試していて、でまだ結果出てないから、これでねめちゃくちゃタイムが遅かったらちょっとみんなにも納得してもらえないかもしれないんですけど、いろいろ本当今回は体を改革して走る量は減らしてもタイムが伸びるっていう人体実験を今してますなのでちょっと大阪国際いろんな意味で、楽しみにしてください今回はね、なんか上りとかも大阪国際が作ってくれたりして、シューズのホカが全面協力で入っていて、で素敵なランナーさん、素敵な市民ランナーさんの写真がこう大阪の方の駅に並んだりとか、東京もねなんかいろんなところにこうポスターとかがあるらしいんですけど、私も友達何人もそのポスターとか載ってたり映像に載ってて、皆さんも見ました？嬉しいですよね、やっぱね、知ってる友達とかがああいうの出てくれると。でそういった感じでちょっと大阪国際もすごく盛り上げてくれてるので、実は私もこんな感じでですね、いつもケアしましょうっていうのは私のただの後悔からの、お話でした。うるさいね、うるせえなとかって思う方もいるかもしれないんですけども、本当に辛かったのよ。もうあの時はね、本当にいろんなことにね神頼みのようにねお金を使いましたけれども、一番良かったのはもう本当に休養だったっていうことでございます。ということでですね、またうたらんチャンネルで走りもなんですけども、ストレッチだったり筋力トレーニングも一緒にやっていきましょうという、それではまたうたらんチャンネルで楽しく走っていきましょう。またね、バイバイ。えいえい。